はい、皆さんこんにちは。ミニツ開発リーダーの岩崎です。今日はですね、非常に、問い合わせが多いといいますか、昨年末ですね、この今ここにありますけど、このミニツ FWD のレディセットと、何かしかのですね、オートスケールがセットになって、4区化するパーツがセットになったお買い得なモデルが発売されたんですけども、その後からですね、この FF のシャーシを4区化するには何が必要なの、どうやったらいいのっていう問い合わせなどを他方からいただきましてですね、今日はその FWD の、レディセット基板をベースにですね、この、いわゆる FWD は MA03F というシャーシですけれども、これを、MA030、このまんまこれを4区化するのに必要なパーツなどを紹介したいと思います。パーツの構成は至ってシンプルで、もともとこのリアサスペンションは4駆用のパーツをですねそのまま使っていて、本来入っているはずの中のデフと、そのデフから駆動軸の方に伸びているスイングシャフトだけを取っている仕様なので、そのなくなっているものを追加すれば4駆になるというふうになります。そこでこの MA030 エボですね、こちらはエボ基板が載っているシャシーセットの取説なんですけれども、これを、狭小のホームページ、サポートページですね、サポートページの、取扱説明書の中から、これをですねダウンロードしていただくと、パーツリストが見れるようになっています。このようにですね、後ろの方にこうシャシーの展開図があるんですけれども、この中から、必要なものとしてそんなに多くないんですね。まず一番要となるのがこの、センターシャフトですね。部品の品番でいくと、MD403 という、センターシャフトセットというものがあります。こちらがですねホイールベース別に2本のシャフトがセットになっています。ホイールベース M 用と、すいません、ホイールベース L ですね。L と LL、94ミリと98ミリです。で、なんでこの2本になっているかというと、こちらのシャーシをベースに4区化した場合はですね、ホイールベース M はできません。ちょっと後ろの方の寸法がですね厳しくて、M まで縮めてしまうと、ちょっとスペースが稼げないということで、こちらのシャーシをベースに4区化した場合はですね、ホイールベース L か LL のどちらかになります。そこがまず注意点となります。で、こちら MD403 ですね。こちらご購入いただくとこの2本セットになっています。ピニオンギアも2個ついています。このように。これ後ろを駆動するピニオンギアなんですけど、この2本セットになっているもので、ご自身のですね搭載するボディのホイールベースに合わせて、シャフトをどちらかをつけていただくということになります。はい、そして次にこの4駆用のデフギアですね、MD005 という品番で、このデフギアのアッシーですね、ちょっとこれベアリングがあらかじめついちゃってますけど、部品自体はちょっとベアリングは別になります。なので、ベアリングとしてですね、BRG022 というベアリングも必要になります。すでにミニツ楽しまれていてですね、自分のスペアパーツの中にもこのセットであるよという方は特に用意していただかなくても大丈夫です。あとはこの、4駆のユニバーサルスイングシャフトですね。こちらも FWD はですね、車軸の部分のこちらの部分だけはついてるんですけど、このスイングシャフトがないので、こっちですね、このいわゆるドッグボーンというやつ、こちらがついてないのでこれが必要になります。ただしこのドッグボーンだけでは販売してないので、このユニバーサルスイングシャフトを、購入いただくという形になります。で、今回はですねこれをそのまま4駆にっていうことなので、短い方ですね MD008 といういわゆるこの短い方ですねを、買っていただくと、これとこれとこれですね、これで一応、必要な部品というのはこれで全部ですね。もう一回言いますと、MD403 センターシャフトセット、
と MD005 というこのデフギアアッセンブリですね。それと BRG022 というこのベアリング、デフについているベアリングですね。それと MD008 というこのユニバーサルスイングシャフト。こちらがあれば、4駆のFF ですね。FF のシャーシーを4駆化することができます。はい。そして、1個注意点なんですけれども、ちょっと、あれですかね。FF の場合はですね、FF シャーシー使ってる皆さんはご存知かもしれないんですけど、ちょっと今これ、FF のシャーシーのメインシャーシーなんですけど、センターシャフトがこのように通るんですが、本来はですね、FF の場合は短いシャフトがあって、ここにスパーがついていてですね、ベアリングがこことここの2箇所に入っていると思うんですけども、ここですね、こことここに2箇所に入っているんですが、後ろ側のベアリングを、こちら側に、ここですね、ちょっと見えますかね、後ろ側のベアリングを、この位置まで移動させてください。2個ここの前にあったうちの後ろ側のベアリングをここに移動するということですね。そして、短いシャフトからこの4駆化するためのシャフトに付け替えていただくという。そうすると、ここともともとあったフロントと移設したリアの2箇所での、ベアリング指示となります。で、その上でこの基板の受けのパーツをつけていただくんですが、でこの時にちょっと注意点がありまして、加工というほどじゃないんですが、この状態だとちょっとですね、ほんのわずかにこのベアリング、後ろにつけたベアリングのこの部分がここの押さえのところとですね対して少しわずかにちょっと遊びがあるんですね。ここの部分です。この遊びをなくすのに、何かこう適当なものを挟んで使っていただくと、ベアリングが遊ばなくていいんですが、適当なものって何がいいかなっていう質問もあると思うので、一番ですね、もう本当に手っ取り早く身近なものでやるとすると、皆さん家にあるこのセロハンテープ、一番私もテストで一番最初4駆化してやってる時はもう本当にこのセロハンテープをここに貼ってですね、セロハンテープより少し厚みのあるものでも大丈夫ですけども、ここの平らな部分ですね、この平らな部分にセロハンテープなどを貼って、ベアリングの遊びを取っていただくとちょうどいいかなと思います。セロハンテープであれば大体ご自宅にあるかと思いますので、これをですね、1枚、2枚、3枚か少し厚めに貼っていただくとですね、ちょうどいいかなと思います。ただあんまりきつくしすぎるとベアリングを押しちゃうので、そこはちょっと注意していただいて、やっていただければなと思います。はい。今日はですね、この MA03F の FWD、FF のシャーシーを、そのままですね、4駆化するときに、どのパーツが必要なのかというご紹介をいたしました。で、また、その時ですね、このシャフトが2本セットになっているんですけども、ホイールベースに関しては M には対応してません。L か LL かのどちらかになります。はい。次回はですね、例えばその030の4駆化したときに DWS とかは使えるのとかですね、そういったところの少し発展系のところをご紹介したいかなと思います。